どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはハーズバーグの二要因理論です。今回の内容について、1. ハーズバーグの二要因理論、2. 衛生要因、3. 動機づけ要因、4. 良い職場づくり、職場選びの参考に、これらについて説明していきます。1. ハーズバーグの二要因理論。僕は現在訪問看護ステーションの会社設立の準備をしています。その中で良い職場とは何だろうと日々考えています。永遠のテーマとして探求する内容かもしれません。ただ参考になる理論があります。それがハーズバーグの二要因理論です。勉強をしていても行き着きますし、今までの働いていた職場を見ても納得することが多いです。なので今回はこの理論をご紹介します。ハーズバーグの二要因理論はフレデリック・ハーズバーグさんが提唱されました。職務満足及び職務不満足を引き起こす要因に関する理論のことです。満足を引き起こす要因と不満足を引き起こす要因がそれぞれ別個に存在するという考え方です。二要因は衛生要因と動機づけ要因に分かれます。これからそれぞれの要因について説明します。2. 衛生要因。まずは特徴です。満たされないと職務不満足を引き起こします。満たされてもやる気が高まるわけではない不満足を予防するだけです。具体的にどういったことでしょうか。具体例としては賃金や労働時間等の労働条件、職場施設・設備の充実度、職場での人間関係、コミュニケーション、福利厚生などです。僕の解釈としては、仕事をスムーズにさせる土台、仕事で得れる生活への土台と捉えています。3. 動機づけ要因。まずは特徴です。満たされるとやる気が高まります。満たされなくても職場不満足を引き起こすわけではありません。この要因の具体例はどうでしょうか。具体例です。仕事の内容への興味、達成感・成長感、昇進、仕事への責任や与えられた権限、職務拡大や職務充実、目標の魅力などです。僕の解釈としては、承認欲求や自己実現の欲求を満たしてくれそうなことと捉えています。4. 良い職場づくり・職場選びの参考に。まずは補強したい目的と行動がちぐはぐにならないようにした方がいいですね。例えば、やる気を引き出すために有給休暇を取りやすくするというのはこの理論では違いますよね。有給休暇を取りやすくなるのは衛生要因ですから。やる気を引き出すためには具体的な目標や成長の機会が重要です。次に偏ったアプローチは成果が出ないですね。ストイックな人ほど見落としがちですが、やる気が出るだけでは良い職場ではないでしょう。例えば成長できて昇進がある職場でも古いパソコンで時間がかかるとか、会社内の設備が悪かったらイライラしてストレスがたまりますよね。両方の要因に目を向けた方がいいと思います。最後に職場づくりや職場選びの参考に。今まで述べてきましたが、経営者や管理者はこの2要因の項目をチェックリストとして職場を見てみるのはどうでしょうか。具体的な問題点と対策が出てきそうですね。また転職を考えている方にもいいですね。求人票を見たり、職場見学や面接の時の質問にも役立てると思います。今回はハーズバーグの二要因理論について説明してきました。人生の中で多くの時間を過ごすのが職場です。そして職場では複数の人が共存しています。人の心理を理解して良い職場環境に結びつけばいいですね。今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。